話したかった話があって、もしかしたら嫌われちゃうかもしれない。やっぱり今まで通り質のいい仕事をしたいなみたいな。一回来た一つのコメントを一生引きずってるから。こんにちは、上野ありさです。今日は、もう目的地に到着したんですけど、ここまで、今ね、ディズニーランドの近くのシェラトンのホテルに来てて、そこまで30分ぐらいの、ドライブだったので、ドライブしながらトークみたいな感じで、マネージャーさんも一緒に乗ってて、マネージャーさんにちょっと、会話をね、私がどういう話をしたいみたいなのをある程度メモしたので、それを振ってもらいながらお話をしたので、楽しんでいただけたらと思います。では、出発進行！早速おしゃべりしていきたいんですけど、30分かかるので、まあ高速だからほぼもうカメラとかね、信号もないので見れないんだけど、ちょっと初めての企画ドライブトークということでお話ししていきたいと思います。はい。何から話せばいいかな。そうですね。なんか、私的に最近ちょっとお仕事詰めじゃないですか。で、その中でどうやってモチベーションを保っているというか、モチベーションか。いや、もう本当にね、皆さんが想像してる倍ぐらい今、詰めだよね。やばいよね。本当に、今スケジュールやばくて。で、息子いるじゃん。はい。モチベーションって言った？はい。どうやって、でもさ、結構私聞かれんだよね。なんかどうやってモチベーションを、みたいな。けどなんか、忙しい方が多分そもそも性に合ってるっていうか、けどなんか30代になって暇をめでられるようになったっていうか、はい。30代になるまでは20代とかも暇が怖すぎて自分の時間とかいらないし、その時間をなんか友達に会ったりとか、仕事はまあさ、自分がしたくても暇な時だってあるじゃん、この職業って、はい、だからそういう時間ができちゃったらもう友達と会ったりとか、なんか何かの予定をもうスケジュールは常にパツパツにしてるみたいな感じにしてて、それに慣れてるから、まあでもちょっと最近きついな、もう。そうですよね。脳がね、もうついていけてないって感じ。なんかプライベートの時間もなかなか、そう、取れなくなっちゃった。そうですよね。からのと、あと、家でダラダラみたいなのが一切できなくなっちゃったじゃん。息子生まれてからさ。そうですよね。家でダラダラの時間だったのが全部子育てになって、で、いざ息子が寝たら、ご飯食べて、お風呂入って、で、編集してとか、仕事の連絡返してとか、で、早く寝ないとさ、朝早いからさ、前は2時3時とかまで起きてられたけど、それができなくなっちゃってるから、もう本当に今自分の時間みたいなのがなくて、モチベーションでもなんか、暇よりはいいかなって思ってるのと、ずっと続かないって思ってるからかも。なんか、この忙しさはずっと続けられない感謝すべきことなんだっていうような、結構脳だから、それは多分正社員とかじゃなくこのフリーランスの働き方をしてるから、そういうふうに思うんだけど、それが結構モチベーションになってるかも。あとなんか、結局さ、めっちゃ波あるじゃん。はい。そうですよね。そう、多分マネージャーさんはわかると思うんだけど、波があるから、言ったらさ、月末の1週間ぐらいちょっとゆとりあるじゃん。はい。だからそういう、なぜか重なるんだよね。そうですよね。なぜかこう、忙しい週って、週ごとに私は結構管理してるんだけど、スケジュールを。忙しい週って重なるから、なんか週をこなしてったら1ヶ月終わるから、あんまり先のことまでは考えられなくて。はい。だから、なんか、来週はゆっくりだから、それまで頑張ろうみたいな、そのメリハリじゃないけど、は結構ある方かも。だからそれが、まあモチベーションっていうか、まあでも、ずっと忙しいわけじゃないから、忙しいことに感謝しないとっていう風に考えてるかな。ありがとうございます。はい。はい。感謝です、本当に。感謝です。ありがとうございます。アリサさんがご出産される前は、結構海外とか行かれてて、なんか海外を楽しみに頑張っているのかなっていう印象があったんですけど、今ってなかなか行けないじゃないですか。ってなったら、その楽しみって何になるんですか？確かにもうなんか楽しみとかを振り返る時間もないかも。なんか、あれを楽しみに頑張ろうっていう時間がない。もう日々こなしてたら、もうすぐ息子1歳なんだけど、みたいな感じだし、あとなんかさ、海外毎月行ってたじゃん。はい。だから、って考えると、だからこの空いてる1週間があるんじゃんって思う。そのさ、仕事の忙しさね。結局空いてない。子育てしてるから、空きではなくなっちゃったけど、前はさ、そういうちょっとさ、海
海外行ってても今の仕事回せてたわけじゃん。はい。だからって考えると、なんか、海外がない分、海外があるとさ、やっぱ出発の前後と出発帰国の時ってめっちゃバタバタなの。もう、その時も結構パンク寸前っていうか、やばいやばい、いついつまでにみたいな、すでにここになんかが迫ってる感じで、はい。それがなくなったのは、結構、多分見てくれてる人は、いや、Vlog 楽しみにしてるのにって海外 Vlog、旅行 Vlog を楽しみにしてくれてる子が多いから、はい。行ってよっていう感じだと思うので。でもこの後もあるもんね。6月ベトナムでしょ？はい。8月に一応プライベートで初のお遊び。またキミオくんたちとヨーロッパに遊びに行く予定なので、はい、母初の休暇みたいな。いいですね。楽しみです。楽しみ。だからそういうのでは動画撮れるけど、ちょこちょこ海外案件も入ってきてはいるから、Vlog もね、回せそうだなっていう感じなんですけど、まあ前ほどね、毎月行くわけじゃないからさ、何本もいつも海外の Vlog を撮るようにはできないけど。でもやっぱりじゃあちょっと先にはなるけど、海外の予定もあるから、それを楽しみに、息子さんの成長も楽しみに頑張れてるっていう感じ。でももうなんか今は本当に、もう息子の将来とか息子の成長が一番楽しいかも。なんか、息子と過ごす時間が一番幸せ。母ですね。でもそれって、フルタイムで母してないからっていうか、スクール預けられたり、自分も仕事したり、マイルズと代わり番号でやれてるから多分、この幸せに気づけてるけど、大体さ、フルタイムでしてる人たちはさ、後になってあの時に戻りたいとかさ、あの時いっぱいいっぱいだった自分になんか声をかけてあげたいとかやっぱり見るのね、SNS でも。だからなんかそういうのを書いてくれる人がいるから、っていう先輩ママたちがいるから自分もそうなるんだって思いながら、息子に接したりとか、仕事しながら子育てしててもさ、大変だっていう場面はあるけど、それもなんか、でもこれはいつか戻りたくなる過去になるのか、みたいな風に思ってできてるから、なんか、だから多分ずっとめでられてるの気がする。なんか、今それを気づいて、子育てできているのってすごいですよね。みんなその意識はあると思う。やっぱ SNS でいろんなお母さんたちの情報がさ、入ってきて、その意識はあるけど、そういう風に思えるかどうかは別じゃん。そうですね。実際さ、ギャン泣きされてさ、もう言うこと聞かなくてさ、はぁってなって、そんな風に思えないのが大半だし、私もそうなる時もあるし、全然。そんなのさ、しかも過ごす時間が長ければ長いだけさ、そうなれない比率は高くなるじゃん。はい。だから結構みんなそう思ってると思うけどね。すごいですね。なんか、私、有田さんみたいに、そうやってずっと可愛い可愛いって。ずっと可愛いだもんね。はい。できるのかなって。可愛いもんだって。いや、本当に可愛いんですけど、すごいなって思います、本当に。ちゃんと母になれるのかなっていう不安。いや、そんな私だってさ、生まれてくるまで母性なかったようなもんだからさ、本当に。なんか、持っちゃいけないようにブレーキもかけてたし、自分で。そうなんですか？だってさ、ちゃんと生まれてきてくれるかわかんないしさ、出ちゃった母性が自分を苦しめるかもしれないとか、そういう風に超ネガティブに捉えてたから、はい。なんか出産に関してはマジで私一人だけの力じゃないっていうか、はい。息子のエネルギーも必要だし、はい、仕事とかと違ってさ、自分がうまくこなせば健康に生まれてくるってわけじゃないじゃん。はい。もうそればっかりは。しかも出てこないとわかんないし。そうですね。だからなんか、ぬか喜びしないようにみたいな感じでいたから、でも生まれてさ、元気な姿見て、もう母性爆発。本当にすごいですよね。で、チームのみんなもびっくりだよね。だって、全然 Vlog とか出しません。みたいな。本当に、そうなんですよ。ホームビデオみたいに息子ばっか映してる。すいませんね、みんな。本当に。でも、本当に私もびっくりしました、最初は。有田さんがこんなに母性溢れるんだって。でも、だから、今多分普通に、いや、子供とかマジ興味ないし、見たくないしっていう、離れてってる子もいると思うし、そういう子はこの動画見てないかもしれないけど、生まれたらあなたもそうなるよってカメラロールが全部子供だよっていう風に。だってこんなアリサちゃんがそうなったんだからね。そうですね、確かに。そうだってさ、話したかった話があって、はい、Vlog で話そうと思ったけど、このドライブトークで話そう。ちょっともしかしたら嫌われちゃうかもしれないんだけど、なんか結果論として、私的には良かったってことだから、それみんなに話そうと思ったんだけど、それこそ母性の話なんだけどね、子供が生まれてから、私、
あんなに愛犬家だったの。なんならもう正直、人間の子供より犬の方が好きだったぐらい、通りがかる犬と目と目で通じ合ったりとか、もう本当に犬が大型犬、小型犬、雑種なんだって、もう犬っていう生き物が大好きだったのね。だったんだけど、子供生まれてから、マジで犬に興味がなくなって、本当に、だからそれがね、戻ったんだけど、はい、そこまでの過程を話すと、マジで興味がなくなって、もちろん実家のさ、ティティ、自分の犬とかマルクル、そのよくお世話してるマルクルとかは、全然家族みたいなもんだからさ、今までの感情と同じなんだけど、はい、なんか通りがかる犬とかになんか目も向けなくなって。へー。で、あと友達ん家の犬とかその知ってる犬は別ね、はい、その通りがかるシリーズの話、はい、目も向けなくなって、なんかそれに自分で、わ、やばみたいな。もう自分のこと愛犬家なんて呼べないし、なんか、こんななっちゃうんだ、みたいな。で、なんか、これ結構なんかね、グレーな話ではあるんだけど、なんか、SNS に出てくる犬飼ってる人たちが子供生まれて犬登場しなくなるじゃん。はい。でもそれってもう子供育てるのに精一杯で、犬の、例えば写真を撮らなくなったとか、ちゃんと愛して育ててても、けどそれってさ、なんか SNS で見せなきゃいけないみたいなのもあるじゃん、きっと。はい。まあでも、普通に大変だからそうなるんだろうなって思ってたけど、その感情が私分かっちゃったの、その時に。へー。で、怖っみたいな、自分にね、ありえなって思ってて、はい、そしたら7ヶ月ぐらい、産後7ヶ月ぐらいで、はい、もう元に戻って、今とか、もう、また犬と目と目で通じ合うフェーズに入ったんだけど、だからもう多分その時って母性ってホルモンだなと思って。多分もう、この生まれてきた我が子を守らなきゃとか、そういうことでもうお母さんはさ、はい、いっぱいでさ、ホルモンがそうさせてたんだろうなって。で、戻ったわけだからそうじゃん。はい、きっとそうですね。ホルモンが戻って。その時自分に結構なんか怖くて、なんか、あんだけさ、人生のさ、小学2年生から犬飼ってて、はい、小2って何歳 ?8 歳ぐらい、はい、だからさ、もうほぼ30年弱ぐらいさ、犬を愛してる人生を送ってたわけじゃん。はい。それがさ、出産を機にこうなるんだと思って結構自分でびっくりしたんだけど、はい。ちょっと運転しながらだからうまく伝えられてるかわかんないけど、そういうことがあったの。そんなことあるんですね。どうなんだろうみんな。なんか私も結構本当に有沙さんみたいに道端の犬と通じ合う系なんですけど、なくなるんですかね。だからね、だからもうそれがなくなるっていうより、もう本当に分かりやすい言葉で言うと見向きもしなくなったって言葉が一番ぴったりっていうか。そうだった。これ他の人もそうなんですかね。どうなんだろうね。あと気になってたのが、有沙さんってこう出産されてからすぐ仕事復帰したじゃないですか。その仕事に対しての姿勢とかの変化ってありました？ない。3000からないし、なんか例えば息子が生まれたから稼がなきゃとかもない。別になんかそこのマインドとかは今まで通り好きなことを仕事にしたいし、はい、なんかそのキャリアと子育ては結構かなり切り離してるかも。もちろんさ、じゃあ今行ってるスクールとか高いから、はい、それをずっと払えるようにしなきゃとかさ、そういうのは正直あるんだろうけど、そういう風に考えたことはないかも。今までと変わらず、仕事は大切にしていきながらって感じ。きっともっと稼がないとみたいな感じで考える方多いよね。はい。どうなんだろう。あんまりそこに関しては、お金もそうだけど、やっぱり今まで通り質のいい仕事をしたいなみたいなのはあるかな。はい、確かにそれは前から変わらず。だからなんか、ママに寄りすぎたくない。私の仕事ってさ、ママもさ仕事になるじゃん。はい。けどママに寄りすぎたくないなとも思ってるし、はい、ただなんか私、その Vlog とかだとライフスタイルを出してるから、はい、もちろん子育てがそこに入ってきちゃうじゃん。その時に例えばお仕事で声かけてもらって、すごい合うじゃんっていうことだったら、なんか、多分これ独身層よりママ層の方がターゲットだなっていう、例えば商材とかも全然受けるけど、はい、なんかママに振り切るのはしたくないなとも思ってたし、はい、今もそれは変わんないかも。仕事に対する向き合い方とかも変わってないけど、振り返りとかする時間がない。なんか座って、机に向かったりとか、座ってなんかまとめたりとか、じゃあ、それこそジャーナルをつけるとかわかんないけどさ、とか、自分の振り返りをするとかいう時間が一切持てないから、はい、
持てばいいんだけど、それできるならちょっとソファーで横にならせてみたいな感じさそうですよね。そうだからなんかそういうのもちょっと一旦なんか事務所とかでなんかどっか外に行ってやればいいんだけどね、そのスクール行ってる間とかに。はいけどなんか家も片付けたいしとかさ、そうだから本当は今ね息子の部屋が欲しくて、はい、うち 2L なのね、はい、だから衣装部屋とベッドルームが広めなのね、はい、だからデスクもマイルズと私のデスクと、はい、マイルズのデスクと私のドレッサーと息子のベッドはうちらのベッドみたいな、はい、で1回は衣装部屋でもう機能してないから息子のなんか専用の部屋ができたらなんかいろいろその寝てる間にさ、もう寝てる間上使えない状態だからさうち、はい、なんかそれはやりたいなみたいな。そうですよね。自分の時間もそう自分の振り返り時間とか自分見つめ直し時間みたいな、はい、今年なんか毎年さ私目標立てるのよ、はい、それ動画でも話してたんだけど、はい、なんなら手帳も買ってないし今年そうなんですか。3月になっちゃった。そうそれで今年目標も立てられてない。だからもう日々こなして毎日過ごしてるだけって感じ。本当にもうそれはやっぱり出産してから変わったそこが変わっちゃったかな。そうですよね。変わりたくて変わったわけじゃなくて普通に、はい、忘れてたみたいな。早すぎて日の流れが早いですよね、夫婦時間とかも今はそんなもう全然で、まあ会話するよもちろん、はい、だけどそれこそ昨日マイルズと2人でディナー仕事っていうかまあ撮影で行って、それが夫婦での食事は産後初だった。そうだったんですか、普通にプライベート2人で行こうとかも1回もしてない。そうなんですか。あとうちも産後一切夜ご飯をちゃんと食べてないから家で自炊とかも一切たまーに本当にたまにしかしないし、はい、息子が寝るのがそもそも7時から8時の間だから、はい、そっから大人のご飯なの、はい、そっから作るとか無理じゃん。そうですね。だから一緒になんかダイニングテーブルに座って食べるとかしてないかも。いつもどうされてるんですか？おのおのソファーで食べたり、どっちかがダイニングで食べたり、どっちかが寝かしてる間に食べたりとか。隙間で。そうでも今日の夜は久々にふるさと納税の肉ですき焼きするからいいですね。ちょっとまあ向き合うっていうか一緒に食べるかなって。息子早く寝てくれたらいいなみたいな。そうですよね。出産したらやっぱり子供中心の生活リズムになってしまうから、あとなんかやっぱ7時8時に寝かしてるからいろいろ、もし9時に寝かしてたらさその前にさご飯食べてとかできるんだろうけど、なんか7時8時のリズムが結構よくって、はい、みんなさ0歳児この今10ヶ月なんだけどさ何時ぐらいに寝かしてんだろう。それ気になりますよね。ちょっともう一つ質問したいんですけど、はい、最近ファンの方から言われて嬉しかった言葉とかってありますか？なんか言葉でこれっていうより、はい、もう普通にさみんなさ会いに来てくれるとか手紙書いてくれるの、はい、もうその手紙とかさもう本当に結構私 Vlog で読み上げちゃうタイプなんだけど、はい、もう本当になんか勉強になるぐらい素敵なことを書いてくれてて、はい、人に気持ちを伝える時の、はい、なんかすごいまっすぐ入ってくるしみんなの言葉がだからもうどんな言葉でも嬉しいとか結構こうやってさなんか動画とか発信してたりさまあ動画だけじゃないけどさ昔からこういう風にやってるとさこれ YouTube しっかり始める前から結構言ってもらえることなんだけど、はい、なんか例えば私が理由で東京に出てきましたとか、はい、アリサちゃんが理由でこういう海外に行くようになってこういうとこに住むようになりましたとかなんか私が何かのポジティブなきっかけになってこう誰かの人生に影響を与えてるってさなんか芸能人でもなくさ制作物があるわけでもなくそういうじゃあ、まあ、音楽とかやってるけど言い方はちょっとこれ綺麗な言い方わかんないけど勝手に解釈してくれてそれをポジティブな方向にしてくれてるわけじゃん、はい、私が発信してることを、はい、それってマジで嬉しいしそれを言ってもらって初めてリンクするっていうかさとか実際にさまあじゃあフリマしますとかそういうイベントとかであったりとかしてそうなのっていう話を聞いてさ本当にこう誰かの人生に何か影響を与えたりとかしてるんだっていうのが
結構自分的には嬉しいかも。なんかもちろんそういう好きですっていうことを表現してくれることもそうだけど、はい、なんか自分がしてることがポジティブなことにインフルエンスをしてるんだっていうのを知れるのが一番嬉しいかな。すごいアリサさんのファンの皆さんって熱量高い方多いですよね。そうなのかな、わかんない。他のファンの方々がわからないからあれだけど、なんか、イベント、軽いトークイベントにしてもすごいなんかうちわとか、なんかそういうものをご用意してくれたりとか、アリサさんのグッズを作ってくれる方がいたりとかで、よく行くカフェでこうアリサさんが行ってるから来ましたみたいなファンの方がいたりとか、なんかその旅行の大切な時間でこうアリサさんのことを考えて組み込むってすごくないですか？なんかそれをこう街中であったりすると、すごいなって、アリサさんの影響力ってやっぱりすごいなっていつも思ってます。そんなことなかなかないじゃないですか。だってそうだね。なんかうるさいな高速の人もなんかささらっとこう情報として流し見するんじゃなくて、ちゃんとなんか見てくれてたりとか人物として捉えてくれてるのかなっていうのは自分でも感じるかもしれない。そうですよね。本当になんかアリサさんただのおしゃれなカフェを紹介してる人じゃなくってアリサさんとして確かに捉えてくださってるってことですよね。それは嬉しいし、だって普通に嫌われたくないじゃん。そうですよね。普通に考えてね。もちろん現実世界でも。はい。だからそうやって自分をこう包み隠さずさらけ出した上でこう好きになってもらってるのは純粋に嬉しいなーって思う。ぎこちな出口です。今高速を降りるので集中してます。集中してました。そうだね。はい。本当に嬉しいよ。やっぱこれ本当にいつも言うしさ、言葉にするとは薄っぺらく聞こえちゃうのね。私はなぜか、はい、みんなはそうかわかんないけど本当にこれって見てくれてるこのみんながいるから私は続けられてて、いつも言ってるけど、だからコメントとか来なくなったらマジですぐやめると思う。YouTube とかもやっぱこの自分が発信してること撮ってる時ってさ、やっぱ孤独じゃないけどさ、はい、レスがあるわけじゃないじゃん、はい、だからインスタライブとかはさ、例えばその場でレスが来るからさあれだけどさ、そうじゃなくさ後からつくことだから、だから探り探りだしさ、こっちもなんか一方的に発信してさ、はい、これはあんまりみんなに響かなかったなとかが後から分かるわけじゃん。はい。だからそのレスがなくなったら私はやめますのでなんかマイルズさんと Q&A 撮ってた時に、大丈夫なのかなこれってマイルズさんが言ってた時に、アリサさんが本当にそう思うでしょみたいな話してて、いや確かにそうだなって私も思って、そうなのその後のマイルズさんが最高の回でしたあれ面白かったですね。本当にだから撮ってる時はこんなんでいいのかなみたいな、はい、思いますよね。だから私は一回来た一つのコメント一生引きずってるからね。なんかこんなんでいいのかなっていうのやめてくださいみたいな感じで来た。それも紹介したんだけどさ、はい、前 Vlog でその人は別に悪いなんか攻撃したくて書いたわけじゃない感じだったのね。その書き方も結構覚えてんだけど、はい、だけどさ、やっぱそういうさ、何かさノーって言われたことに対して、はい、やっぱり私も引きずっちゃうし、そういうことを覚えてちゃうから、はい、だけどさ、今じゃあさ、嬉しかった言葉を今言ってくださいって言われて言えないわけじゃん、はい、最低な人間って思っちゃう。いやだから結局人間ってそうなんだな、確かに、っていうのをすごい思うかも。そんな感じ？はい。どう？あとなんか1トピックぐらい。あと4分で到着します。ディズニー来て今ディズニーの近くのホテルに行くんですね。でディズニーがすぐだよね。はい、もうすぐです。ディズニー行けたいけど来月行くんだ。いいですよね。マジ楽しみ。なんか新しいプログラムが始まる。最近あんまり行かれてないですよね。行ってないね。てかそもそもね、あんまりこれどっち？ちょっと待って、集中まっすぐだ。あんまりさ、私
いや、結構ノリで行くタイプだから、ディズニー。はい。なんか、暇だねディズニー行くみたいな。それできなくなっちゃったじゃん、今。そうですね。なんかまあ、アプリで、なんか一生懸命管理しなきゃいけなくなって、から行ってないかもしれない。まあ行ったけど、はい。なんか、ちゃんとは行ってなくて、はい。海外で行ってる。あ、そうですよね。うん香港行かれてましたもんね。香港もだし、LA とか行くと、まあ LA も暇だからさ、じゃあディズニー行くかみたいな感じでディズニー行ったりとか結構したりするし、海外のディズニーの方が行く機会が多くて、でも、超ディズニーっ子なの。はい。別に D オタとかじゃないんだけど、もうディズニー大好きだし、もう年に何回も家族で、ワンシーズン1回ぐらいは行ってたかな、ディズニー。あ、そんなに行ってたんですか？だから私はディズニーシーがさ、25周年、30周年じゃん。はい。びっくりして、ディズニーシーできた時のこととか超覚えてるから。すごい。25周年かな。はい。そうそう。じゃあ本当に昔から結構大好きなんだけど、大人になってはそういえば友達とかとディズニー行こうみたいな行ったりするのと、もうマイルズともちょこちょこ行くけど、マイルズと行ってもあんまり楽しくないの。マイルズディズニー全然興味ない。ディズニー撮ってきてない人だから。はい。だから男3人兄弟だからさ。はい。だから、友達と行った方が楽しいから友達と。妊娠中に一回あさみちゃんと行って、でも妊娠中だから乗れるものが本当になかった。そうですよね。ただC で食べ歩きみたいなのして帰ってみたいな感じだったけど。そう、だから、あんまり行ってないけど、行きたいな。はい、到着しわ、ねえ、ちょっと前映して。すごいセンターオブジェアスだよね。はい。これって見えてるんでしょうか？天気も良いですね。はい、こんな感じで。初めてドライブしながら、ドライブトークとやらをしてみましたけど、いかがでしたか皆さん？うん、そうだよね。そうだよね。楽しかったよね。大丈夫かなとは言わないでおきます、私。はい。はい。じゃあ最高の回だった最高の回でした。今日も。はい、ということで、はい、なんかね、これをね、定番企画化していきたいんだけど、でも、どういう、一人の時とか、今日はさ、マネージャーさんいるからあれだけどさ、どういう風にね、ここに GoPro 貼ればいいのかな？そうですよね。かなとかも思っていて。定番にできるように。できるように。私の運転スキルも。うわ私のせいじゃないから今。ほら、なんかボコってなってんの。そうですね。そうです。そうですね。ぶつけてませんよ。ということで。はい。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。